今回やってきたご自宅はですね、先日記憶的ルームの出演者の方をインスタで募集しようかなと思って募集をしたタイミングでご応募いただいた方のご自宅にやってきました。美容師の方かな、後ろでお待ちいただいているので中に行きたいと思います。行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあちょっと早速なんですけど、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、名前鍋谷雄生って言います。都内の美容室でアシスタントをしています。はい、お願いします。平成味強くないですか？いや、まあそうですね。結構好きでそのカルチャーが。あ、そうなんだ。なんか最近流行ってはきてるんですけど、もともとそういう音楽とかドラマとかが好きだったので、なんか自分もそっちに寄ってるって感じですね。ちょっと懐かしいなっていう気持ちによく言われます。よく言われますそうですよね。はい。はい、じゃあちょっと改めてよろしくお願いします。お願いします。早速じゃあちょっとお部屋についていろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、広さとか平米数でいうと大体どれくらいの広さなんですか？平米はちょっと覚えてないんですけど、だいたい 5.5 畳とか6畳ぐらいです。統一感とか関係なく、自分が好きなものをとりあえず置いてる感じですね。じゃあちょっと順番に聞いていこうかなと思うんですけど、下あたりのヘアカタログとか、それこそちょっと赤西仁美ありません？赤西仁とかヤマピーとかがもうイメージモデルなんで。あ、そうなんだ。はい。これ結構前からなんですか？ずっと。いや、でもこう完全になったのは1年前ぐらいです。そうなんだ。もうそれまではなんかまだ普通の令和の男の子。なんかそれ平成にハマったきっかけとかあるんですか？でも昔からなんか音楽とか好きだったんですけど、それこそドラマとかを一気に見るようになったのが多分 1,2 年前ぐらいで、でバーって見てたらかっこいいなってなって、もう自分の身なりもそっちに寄っていったって感じですね。ちなみに平成では何のドラマは面白かったですか？信田プロデュースが見れるようになったんですよ、サブスクで。そうなんだ。そのために Hulu 入って見たりしてますね。面白いですよね、あの辺のドラマ。はい、なんか見てました。いいですよね。じゃあこの辺に置いてあるものも、最近の雑誌よりかはちょっと前のものが多いんですか？そうですね、雑誌はメンズエッグとかカタログもそうですし、なんか下に置いてあるやつとかも美容師なんで、なんかメンズもレディースもこっちの好きなテイストから何か引っ張ってこれたら、スマホで調べるってよりかは雑誌とかドラマとか、なんかその時代のリアルからなんか持ってきたいと思って集めたものですね。これラックは自分で作ったやつで、木買ってきて切ってバーナーで炙ってみたいな。あ、バーナーで炙ってるんだ。そうです。ちょっとそれはヴィンテージ感を出すためみたいな。はい、そうですね。これは普通に IKEA のスツールみたいな、そこにもうめっちゃ細々しいものを、下とかはなんかメガネの箱とかを置いてる感じです。ナグチャンパっていうシュプリームとかそうですよね、確か。なんか中学生の頃とかに行った時にいい匂いすぎて聞いてみたいな。中学生でシュプリーム中学生の最後ぐらいとか高校とかに行った時に多分確か聞いて、そこからなんか実家の時とかも使ってました。あ、実家から使ってるんですね。はい。ヴィレッジヴァンガードとかもありますし、高円寺とかアメトイのお店とか行った時とかに自分が可愛いなと思ったのをもう乱雑に置いてる感じですね。壁に貼ってるポスターとか、これ雑誌の切り抜きとかを貼ってるんですか？そうですね。これとかは2000年代の榮倉奈々ちゃんとか北川景子さんとかの雑誌のを自分でなんか可愛いと思ったところ切り抜いて壁にペタペタ貼ってるのとか、白壁とかがあんまり好きじゃなくて、埋めていきたいみたいな。はい。これ多分2005年の。やば、2005年って20年前？今おいくつですか？僕今23の代で22歳です。あ、さすがに覚えてないですか？全然わからない。全然わからない。その当初のこれはさすがにわからないんですけど、なんか今見て可愛いなって思うものをこう切り抜いて、でなんか貼ってるって感じですね。はい。もともとここの壁だけ開けてて、プロジェクターを投影するための白壁だったんですけど、なんかプロジェクター本当に全然使わなくて、使う時だけ剥がしてみたいなのにしたくて、色のバランスとかもすごい好きで買いました。ギターとかは趣味？これはもう全くやらないんですけど。全くやらないんだ。なんか何か始めたいと思ってギターって思ったんですけど、もうなんか僕あんまり指が大きくないので、なんかのコードが結構初手の段階で無理だってなって、そうなんだ。そこから置いてるだけです。あ、もうディスプレイになっちゃった。ディスプレイになっちゃいました。これとかは普段こう使ってるラウンジチェア的な？そうですね。自分がこうバーベキューしたりとかする時に持ってく椅子なんですけど、それも部屋で使ってたりとか、キャンプ用品のテーブルとなんかコーヒーメーカーとだけ持って、なんかその簡易セットだけ持って一人一脚こう椅子持ってくるみたいな用の僕の椅子。どうですか、座り心地とかは？まあでも悪くない。ちゃんとあれですよね、ヘッド一応ついてます。テストもありでます。もなんか全然高さは合ってない気がするんですけど、ちょっと下ですよね。これも伝統的なやつの椅子。自分であんまり座ることはないんですけど、人が来た時とかに座るような椅子みたいな感じで置いてます。
うですか、スケボーとかはさっきもね、はいこっちにちっちゃいデッキこっちにもちっちゃいデッキあありっましたけどたり、なんかスケートボードのブランドと絵描いてる人のコラボのデッキで、見た時に可愛いなと思って買ったやつですね。自分で組んで。鏡とかは上とかあれですか、ご自身でスプレーでペインティングしてみたいな感じなんですか？はい、そうですね。大きい姿見欲しいなってなった時に、どうしてもそのまま置くのがこの部屋に馴染まなくて、雑誌とかジンの切り抜きとか貼ったり、スプレーでさーって適当に描いただけなんで、めっちゃ液だれとかしてきたり、なんか顔のところにちょうどかぶっちゃったりとかしてなんかあれなんですけど、でかいとちょっと部屋も広く感じません？そうなんですよ。なんか謎にここからも奥行きあるように見えるんで。ですよね。いいっすよね。それ効果もあってうん置いてますね、大きい鏡は。あとはちょっと僕来た時からちょっと気になってたんですけど、ガラケー、あ、ガラケなんかしかもさっきちょっと通知音みたいになってませんでした？そうですね。なんかこれ開く時とか閉じる時は鳴るんですけど、なんか昔のガラケー多分あるある、結構美容師やっててお客様撮る時とかちょっと粗めになるんですけど、なんかその画質も個人的に好きで、どんな感じなんですか？なんか結構粗くはなるんですけど、うわでも結構映りますね。はい、お客さんとか撮る時に基本なんかみんなスマホとかカメラとかなんですけど、僕はもうスマホとかも撮りますし、なんかガラケーをバッて出して撮った時にみんななんかリアクションくれるので、なんかそれも一つ嬉しい、面白いですね。なんか面白くてやってるところもありますね。さすがにはいなんかメールとか電話まではいこっちに移行は、ちょっとそれは多分この令和の時代生きるのにさすがにはい、仕事柄的にも多分まあしんどいかなっていうのはあるんで、そこだけはちょっとあれなんですけど、さすがにはい、カメラ専用で、そこはそうなんだ、はい、照明とかこれ今どういう風にアレンジしてらっしゃるんですか？ IKEA の照明でスカーフとかをかけてるだけなんですよ。かけてるだけ。なんかシンプルすぎるとやっぱこの部屋に浮くので、それも相まってかけちゃってるって感じです。部屋が狭いので光が強すぎるとあれなので、確かになんかちょっとね柔らかくなりますよね。柔らかくなるのもうんうん含めてって感じですね。こっちの壁側もポスターのテイストも少しはい、ちょっと変わりますね。変わりましたね。アメコミとか、そうですね。タノバチーズっていうそこのブランドがやってるサンドイッチ屋さんみたいなのがあって、そこのポスターを結構2年3年前ぐらいに買ってからずっと飾ってるって感じですね。こういうポスターも神保町とかで探すんですか？神保町だったり高円寺のアメリカン雑貨屋さんで買ったりとか、ジンとか自分で書いたやつとかもプリントしてペタペタ貼ってますね、こっちも。このソファーもはい、形というかデザインというかはなんかちょっと不思議な感じですね。人がたくさん来るっていうのもあって広げることができるんですけど、こっちも広げて一人来た時はここにゴロンって寝るとか、なるべく高さが出たりとか邪魔になるものを避けるためにほぼ床と高さ一緒ぐらいでっていう感じで買いました、これは。ダルトンっていう雑貨屋さんで、もう一個そっちのは冬使ってたマフラーなんですけど、はい、布系を常にここにかけて黒すぎて浮いたりしない感じにしてます。あとはベッド周り、はい、ベッドすのこみたいなのを下に敷いて、実家の頃とかに使ってたようなクッションカバーですね、これは。お母さんがこういうのもともと好きで、そこから親譲りで、はい、これはあれか、いタペストリーみたいなまたそうですね、布物なんですね。はい、これも白壁隠すために買ったやつなんですけど、アジアン系とかの雑貨屋さんで買った布です。普段ゆうせいさんは家具とか雑貨とかそういうものを買われるときはどういうお店で結構チェックされるとか具体的にあったりします？なんかここ行きつけみたいなのとか。テーブルもソファーも全部 IKEA とか、ニトリとかで買ったものが多いので、家広くなったら買おうかなみたいなのになっちゃうので、なんかフラッと入ったお店で買うっていうのが多いかもしれないです。これとかも大仏なんですけど、もともと中にランプが入ってて、今はすごい簡易的にダイソーのライト使ってるんですよ光らせることあんまないんですけど、光らせる発想ないですよね。そうですね。でなんかこれを常にかぶせてるって感じですね。ちなみにね、僕らのその多分動画を普段から見てくださってたと思うんですけど、お部屋を作る時にちょっとインスパイアじゃないですけどされた部屋とかなんかあったんですか？美容師さんとかアパレル系の方のバーって見てて、でなんか自分の好きなものを置いた時に、なんか配置とかは確かにちょっとこう見てて勉強になることとかすごいありました。収納方法とかなんかそういう系は結構、そういう系でちょっとインスパイアじゃないけどされてる、はい、そうなんだ。なんかもうこれこそは遊び用で買ったんですけど、スマホつなげてもできるやつで友達も機械持ってきてやったりとか、なんかそういうイベントとかに行くのは好きなので、いずれもしできたらなとは思ってますね。音楽は普段何系聞かれるんですか？今ちょっと活動止まっちゃってるんですけど、ニュージーンズがすごいハマった時にライブとかも行ったりとか、6月も西野カナのライブ行ったりとか。西野カナ、もう小学生中学生の頃自分がめちゃめちゃ聴いてて、活動再開し始めてっていうのでライブに行く予定があって。懐かしい西野カナ、すごいオールジャンル聴きますね。結構何でも聞かれるんですね。なんか季節によって変わるかもですね。あ、そうなんだ。その日の朝の気分とかですごいなんかテクノ系とかも聞いたりします。今日は何聞いたんですか？
今日はまだ何も聞いてない、まだ聞いてないはい、まだ何も聞いてないですね。そうだったんだ。はい、タオルとか下着とかすぐパッて取って使えるものをしまってるだけなんですけど、なんか可愛いのないかなと思って、多分雑貨屋さんでこれも購入したものですね。これガーフィールドのやつで、鍋とかたこ焼き器とか入っちゃってるんで、そういうのを隠すための布として買ってって感じですね。この大きいラグドカーンとか引いてありますけど、そうですね。なんか色味優先で買ったやつで、黒とか白ってよりかは色あった方がいいなっていうので、なんかラグとか、なんかカーテンとかもなんか緑とかなんか色物をメインで探して、でなるべく安くこういう家具は抑えれるようにっていうので買ってました。はい。ファッションについて何系の洋服を着るというか、はい、なんかあります？系統とかでいうと。最近はそうですね、グランジっぽいのとかが好きなので、古着屋さんよく行って買い物したりとかすることが多いかもしれないですね。ビッチって書いてあるスウェットなんですけど、ちょっと飛ばしてるものが好きなので、なんかこれは最近買った中で古着屋さんで買ったんですけど、グリーニーっていうお店で買い付け行って何ヶ月に1回かポップアップするみたいな、これすごい気に入ってますね、ビッチスウェットは。で今履いてるこのスウェット、ちょっとそのまま着るとなんか部屋着っぽくなったりとか、なんかちょっときれいめに寄ったりとかするので、自分でリメイクしてちょっとやっちゃったやつなんですけど、中にシュプリームのサーマルを履いて、でなんかこのサーマルはなんか上下でセットアップで持ってるんですけどこの中だけだとなんかちょっと変態になっちゃうのでやばいですよね。はい、その上からなんかこのスウェットと普通のグレーのスウェットをボロボロにしてみたいな感じのを最近はすごい着てましたね。なんか正規で買ったやつとかもちょっとそれで飽きたらビリビリってビリビリってやっちゃいます。これも多分ユニクロでめっちゃ 2,3 年前に買ったデニムで、それをハーフパンツにしてビリビリに破いたりとか、ちっちゃい T シャツが好きなのでピチッてしてる、多分2000年代とかのやんちゃなお兄ちゃんとかが着てたような服とかも好きで、平成とか結構流行ってるので、なんかそういうののお店で買ったりもしますし、都内よりちょっと地方に出かけた時とかにフリマとかフラッと寄ったところで買ったりとかするのが結構多いかもしれないです。ちなみにそうちょっと思ったんですけど、はい、髪型とかはご自身で切るわけではないですよね。はい、知り合いの美容師さん、別のお店の美容師さんとかに切ってもらうんですけど、なんか自分の好きなテイストもあるので、なんかなるべく近しい。そうですよね、伝えるの結構、多分大変ですよね。もう写真とかももうヤマピーとかジンくんとかの写真を見せて、ここはこういう感じでめっちゃ細かくね、この顔周りはとか、とかバングとかはもうこだわってもらって、そうですよね、これは、普通に生活してるとそこまでやりたいって思う人って結構少ないのでなんかコスプレっぽくなっちゃったりとかするので、確かにコスプレとファッションのこのギリギリのところ、確かにつくの、確かにむずいかも。時代が結構前のものなので、確かに完全にやりすぎるとコスプレになっちゃうので、確かにそれはそうですね、そこをできるようになんかこういうので情報を集めながらなんか作ったりとかするのは、そうですね、好きで結構やってます。アクセサリーとかも結構こだわりとかあります？こっちは全然こだわりないんですけど、これはニキビパッチで。これニキビパッチなの？そうです。かわいい。はい、いいですね、めっちゃ合ってる。なんかニキビパッチ、それこそでもニキビここにあるわけじゃないんですけど、とりあえず顎に貼ってるっていう。日によって色だったり場所が変わるんで、なんか朝の朝礼の時間で僕の顔を見た先輩とかがなんか今日位置変わってんのみたいなのでクスってなったりとか、話のネタになりますよね。という感じでお部屋について一通り。ちょっとその前に、これめっちゃ可愛いですね。どれですか？これシリウスブラック。シリウスブラック、僕めっちゃハリーポッターが好きで、劇中に出てきたみたいな、動いてるみたいなところどころ、ここにも本当だ、ドビーがいたり、上にもドビーがいたりとか、本当だ、ポスターも実際は青いやつ、クディッチっていう、本当はクディッチワールドカップの日本のどっかの雑貨屋さんとコラボして作ったやつみたいな感じなんですけど、ハリーポッターがすごい好きで買いました。可愛いですよこれ。という感じで一通りお部屋について紹介いただきありがとうございました。ありがとうございます。最後にせっかくなんで、なんかゆうせいさんから告知したいものとかお知らせしたいものがあればしていただければと思います。表参道で今美容師のアシスタントをしているんですけど、カットモデルさんだったりとか、カラーのお客様だったりとか、いつも募集というか、ご連絡いただければいつでも成立させていただくので、インスタグラムだったりとかもし見ていただけて結構雰囲気だったりとか好きだなと思ってもらえたりしたら、いつでもご連絡いただければと思います。はい。お客さんというかあれはメンズとレディースとなんかあるんですか？レディースの方が
僕は多くやっていきたいなっていうのがあるので、結構レディースメインにはなるんですけど、表参道にある四季っていうお店で、表参道に2店舗と、外苑前とかにもあるお店なんですけど、そこでやってます。はい、じゃあ気になる方はぜひゆうせいさんのインスタグラムですね、インスタグラムでチェックしていただければはい、と思います。